藤原惟親の西郷。光る君へに学ぶ日本史。道長に敗れたたった2つの理由。藤原惟親は藤原道長と共に源氏物語の主人公光源氏のモデルだと言われている。しかし惟親と道長は全く違ったタイプの男性で、その歩んだ人生も全く真逆であった。藤原惟親の生涯と最後を詳しく見ていこう。藤原惟親は藤原道隆と高階孝子の嫡男として974年天延2年に生まれた。父母の資質を引き継ぎ、幼少の頃から容姿端麗で気品があった惟親は中関白家と呼ばれた一家の希望の星であった。990年正暦元年、藤原兼家が亡くなり、父道隆が関白に就任すると、惟親は21歳という若さで内大臣となっている。この時点で惟親は叔父で権大納言の藤原道長よりもはるかに関白の地位に近い位置にいた。ところが995年長徳元年、惟親と道長の人生は怒涛の急展開を見せることになる。この年春から夏にかけて天然痘や麻疹などの疫病で多くの人々が没した。疫病は都を襲い、当時道長よりも位の高かった貴族8人のうち、関白道隆以下6人がわずか3ヶ月の間に次々と世を去った。現在の日本でもはしかの感染が懸念されているが、当時は麻疹と言われたはしかが猛威を振るった。この年に関白藤原道隆も死去するが、道隆の死因は流行病ではなかった。道隆は糖尿病の持病を持ちながら大量の飲酒をしたための急死であった。さらに道隆の後を受けて関白に就任した藤原道兼はわずか数日で疫病のために没するのである。これだけ多くの公卿が一年のうちに死亡するのは長い日本の歴史でも前代未聞のことであった。流行病が沈静化した時、権大納言以上の高官で生き残っていたのは内大臣の惟親と権大納言の道長の2人だけだったのである。特に道長は現代で例えれば無名の議員が突如として首相候補に浮上するようなものであった。そのため以前から後継者として期待されていた惟親としては道長を少々見くびっていたような節がある。ところが蓋を開けてみれば道長が圧倒的な勝利を収めることになる。なぜ道長が惟親に勝てたのかの要因は次のたった2つの理由からである。1つ目は有力な女性との結婚で、2つ目は姉彬子の強力なバックアップである。平安時代は娘が家財や不動産を相続することが多かった。そのため道長は左大臣源正信の娘智子を正室に迎えたことで約4400坪の土帝邸を手に入れている。
土帝邸のあった京都市上京区の現在の土地売買の平均価格は一坪約150万円である。現在の貨幣価値に換算すれば土地だけで66億円の価値である。道長は源知子に婿入りして、さらに同じ規模の邸宅を与えられ、合計約8700坪の土地を手に入れている。つまり道長は知子と結婚することにより、土地だけで約130億円以上の財産を手にすることになったのである。一説には五男坊とも言われ、将来出世の見込みがない道長との婚姻に、当初知子の父で左大臣源正信は反対していた。ところが知子の母藤原睦子は道長の言動や立ち振る舞いなどから将来を予見して正信を説得し、婚姻を進めた。一方の惟親は権大納言源重光の娘を正室に迎えたが、重光は別の娘に邸宅を譲ったために何も相続できていない。以上のような2人の資産格差が後に道長と惟親が最高権力者の地位をめぐって争うときに大きな力の差を生み出すことになる。現在でも選挙にはお金がかかると言われるが、当時は今と比較にならないほどに財力がものを言ったのである。後に道長は自分の経験から嫡男の頼通には男は妻柄なりと教え、友平親王の娘高姫女王と結婚させている。つまり男の将来は妻の家柄で決まると息子に教え実践させたのである。道長は源正信から譲り受けた土帝邸を大改装して、公家たちを招待して大宴会を催し歓待したと伝えられている。また道長は元左大臣源高明の娘彬子も妻にしている。知子と彬子は共に氏姓皇族で、皇族がその身分を離れ姓を与えられ臣下の席に降りた由緒ある家柄の出身者であった。知子は宇田天皇のひ孫であり、彬子は醍醐天皇の孫である。藤原道長は源知子や源彬子と結婚することによって、莫大な財産とともに高貴な家柄というお金では買えないものを同時に手に入れたのである。そして惟親との勝負において道長の勝利を決定づけたのが姉彬子のバックアップであった。道長は幼い頃から母親代わりに姉の彬子に育てられ可愛がられた。一条天皇の母彬子は道高道兼の後継者は惟親ではなく道長にするよう天皇に説得して承諾させている。また彬子は惟親の母高子が勢力を伸ばすと高階家が台頭してくることを恐れたからだとも言われている。それにしても姉の彬子といい藤原の睦子といい、道長は年上の女性に気に入られる術を心得ていたようである。権力争いの本命の藤原の惟親を差し置いて
あっさりとダークホースの道長が勝利を収めたのは以上の2つの要因によると考えられる。そして貧すれば鈍すると言われるように、コレチカは取り返しのつかないミスを犯してしまう。自分の愛する姫を火山法王に横取りされると誤解したコレチカは、弟の高家に命じて法王に矢を射ってしまうのである。この前代未聞の不祥事で、コレチカは高家と共に流罪となってしまう。しかし当初、コレチカと高家は比較的都に近い播磨と但馬に流罪となっている。ところがコレチカの母高子が病気になって、最後に一目コレチカと高家に会って死にたいと嘆いた。これを聞いた弟の高家は思いとどまるが、コレチカは入る先を抜け出して都に戻り、母のもとへ行くのである。結局コレチカは捕獲されて、今度は九州の太宰府へ流罪となってしまう。冷徹な道長はコレチカの母方の高階家の叔父たちも怠りなく左遷している。人情に脆いコレチカと冷徹な道長の差が勝敗を決したのである。コレチカの母高階の高子は、中関白家と高階家が没落する中、寂しく失意のうちに逝去している。しかしコレチカは妹の貞子が一条天皇の内親王を生んだことで、すぐに弟の高家と共に都へ召喚されている。貞子は出家したにもかかわらず一条天皇に呼び戻され、999年長保元年には一条天皇の第一王子敦康親王を出産する。道長は娘の彬子を入内させるが、なかなか王子や王女を産まなかった。そのため一条天皇はコレチカを復帰させて、貞子の死後は敦康親王を養わせた。もしも敦康親王が皇位継承者となれば、親王の外宮であるコレチカが俄然権力の中枢にのし上がれる。そのため日和見主義のほとんどの公家たちは、昼は道長に仕えても夜は密かにコレチカの屋敷へ参上することが多くなった。ところが彬子が敦平親王後の御一条天皇を生むと、コレチカの元に訪れる人は一人もいなくなったという。1007年寛永4年にはコレチカ高家兄弟が道長暗殺を企てているとの噂が広まったが、真偽のほどはわからない。藤原のコレチカは失意のうちに1010年寛永7年正月、まだ37歳という若さで没した。臨終に際してコレチカは息子の道政に、人に追従して生きるよりは出家せよと遺言したという。コレチカは息子には自分と同じ思いをさせるのは忍びないと考えたのかもしれない。